皆さん、富士そばで半丁飲みしてきました。玉座。こんにちは、みどちゃら TV の愛です。今日は私、仕事帰りでスーツでございます。ちょっとね、いつもより早くお仕事が終わったので、今日は昼間から飲んじゃおうかなって思ってやってきましたのが、富士そばでございます。この日は YouTube チャンネルが2周年を迎える頃だったので、もう昼間から飲んじゃっていいんじゃないかと、ここを玉座にしたいと思います。一回富士そばで飲んでみたかったんだよね。ということで、本日のぼっち飲み、スターティン。はい、ということで、店内でございます。こちらのお店は座る席がほとんどですね。じゃあ、ちょっと、私、脱ぎます。だいぶ暖かい日が増えてきたので、このスプリングコートもそろそろクリーニングかな。券売機で購入したお料理が届きました。まあ、カイジのスピンオフの漫画を真似しているわけですが、その漫画に忠実に注文してみました。ということで2周年ありがとう。しみる。たまらずもう一口。漫画の班長が寄った蕎麦屋さんは、作中の中では弁慶っていうね、お店、立ち蕎麦屋さんだったんだけど、ファンの間では富士そばがモデルになってるって言われているんだよね。なんか富士そばさんのホームページで、ウェイニーのムーディー勝山さんが班長飲みを再現されていて、美味しそうだなぁ、私もここで飲みたいと思って真似してみました。作中でも登場するほうれん草と温玉、それぞれ単品で購入し、ほうれん草に温玉を乗せるのが班長流。真似ちゃいました。混ぜ混ぜします。野菜から食べる私としては、このメニューがあってとっても嬉しいです。しかも卵が大好きなので、ほうれん草がより美味しくなります。カウンターにお醤油など調味料があったんだけど、私は何もかけず、この鰹節の風味そのままでいただきました。茹で加減も絶妙です。一日外出録班長の第1話で描かれた班長が立ち食いそば屋でビールを飲むシーンは、忙しいサラリーマンたちが飲めないのをいいことに、自分は彼らより自由な立場にあるぜって思わせて優越感に浸って飲むという名シーンでございましたが、私それができずですね、お昼時から外れた今3時半でございます。なので、お席は好き好きでございます。何名かね、出入りしてましたけど、やっぱりみんなパーって食べて、パーって帰っていきますね。そして富士そばといえば、コロッケ。コロッケをつまみにビールを飲みますよ。このコロッケクリーミーでとっても美味しいの。非常に中はね、こんな感じでシンプルなんだけど、なんか高校時代の学食のコロッケを思い出す。すごい似てる。高校時代の学食のコロッケは、コロッケとご飯と味噌汁で250円だったの。だからみんなでね、貧乏定食って名前をつけてた。でも、野菜も何もないから、栄養バランスがめちゃめちゃ偏っている定食でした。それにしてもこれ、めっちゃ美味しい。やるじゃないか。ゲット。もう見ての通り、もうすぐ4時なわけでございますが、4時までは私の中で昼まで、4時から夕方っていうイメージがあります。ということで、ここら辺からは夕方飲みに切り替わっていきますよ。かき揚げをいただきます。これも原作に忠実に注文しました。大きいね。重たいです。野菜たっぷり。こりゃビールが進むわ。美味しいんだけど、チェーン店のかき揚げですごい美味しいなって思ったのがね、ちょっと別のお店で恐縮なんですが、ゆで太郎さん。ゆで太郎飲みも動画であるので、よかったら見てね。概要欄に添付しておきます。それにしても、明るいうちから飲むビール。悪魔的だ。悪魔的だ。
はい、一杯目飲み終えました。じゃあ、おかわりしようかな。食券を買いに行きます。ちなみにね、ホームページにはメニューが細かく載っていなかったんですが、おつまみを頼むとしたら、こんな感じでいろいろあります。揚げ物が中心になるかな。はーい、追加の生ビールと締めです。2杯目。では、お疲れ様です。ちなみにこれはコロッケの破片ですね。美味しいからちびちび大事に食べてました。いいダブルグッドでした。じゃあお蕎麦も食べていこうかな。わさびがたっぷり添えてあるのも嬉しい。ざわ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 。じゃなくてトキ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 。お蕎麦をいただいていきましょう。なんかスクエア状態だね。麺の形状にうっとり。じゃあお味は？歯ごたえがあって喉越しつるん。美味しいです。びっくりしちゃった。なんかね、富士そばさんの麺って店舗によってちょっと違うみたいで2種類の会社から作ってもらってるのかなって。このね、代々木八幡店は乱切りそばを食べることができます。びっくりするぐらい美味しかった。富士そばさんの X にも乱切りそば紹介されてました。締めで注文したとろろそばにはわかめも乗っていて美味しい。締めのそばのチョイスは原作関係なく私の食べたいものを注文しましてとろろそばにしました。だけどね、エビ天は原作にもあって私はお蕎麦と一緒に食べたいので乗せちゃいました。わさびを溶いた蕎麦つゆってむっちゃ美味しいよね。大好き。いくらでも飲めちゃうって感じ？みんなはお蕎麦屋さんに行くと何蕎麦を食べますか？私はね、とろろ蕎麦と天ぷらがセットになってるのが特に好き。蕎麦屋で飲むのがすっごい好き。昔っから。今日はね、チェーン店なのでビールで飲んでるけど、蕎麦屋で飲むときはね、日本酒飲みたくなるよね。私は割と小食なのでちょうど良かったけど、男の人もしかしたら足りないんじゃないかなっていうぐらいの量だった。みんなどうしてるのかな？富士そば行って1個だけで足りる？私でもね、もう1個食べれちゃうかなっていうぐらいだった。でもね、控えめにしましたよ。食べ過ぎなんで最近。とろろが麺に絡んですごく美味しい。そして訪問から45分ぐらい経過してんのかな。何組のお客様を見送ったことか。長居しちゃいました。そして大事に取っといたエビをそろそろいただこうと思います。エビ天最高じゃ。ちなみにね、私の動画をいつも見てくださってる方、なんでスーツ着てんのって話だと思うんだけど、たまにね、知り合いの社長のお仕事手伝ってて、それで今日はね、久々にお仕事の日でした。普段は自宅でお仕事してます。そしてたまにね、お仕事何してるんですかってコメントをね、最近もらうので、概要欄に自己紹介動画を前撮ってるので、URL を添付しておきます。よかったら、というか、興味ある方は見てね。ということで、念願の半丁飲みならぬ富士そばで飲むことができて、とっても楽しかった。ぐいっといきました。美味しかった。ごっつぁんです。はい、富士そば美味しかったです。よくさ、代々木八幡に来たので、由美子さんから教わった美味しいパン屋さんでパンを買ってこようと思います。はい、代々木八幡の駅から歩いても1分ぐらいのところにある365日って読むのかな、美味しいパン屋さんがあります。このパンはね、天才パン職人と言われているカリスマのオーナーシェフのお店で、非常に美味しいパン屋さんでございます。代々木八幡でね、由美子さんと飲むときに待ち合わせしてたら、愛ちゃんパン好きでしょ？美味しいパン屋さんあるんだよって教えてくれたの。そこからね、
一緒に行って以降美味しすぎてリピートを何度もしてます。そして私の目的のパンがこちらでございます。さらに今日は2周年なのでたまにはケーキでも買おうかな。このいちごの乗ったチーズケーキが気になったので購入しました。まだ明るいね。お家に帰ってきました。そして、一回帰ってきて、ちょっとショートを作って、なんか疲れたと思って横になったら、ふって寝落ちしちゃいました。1時間ぐらい寝てたかな。もうちょっとかな。いつの間にかさっきまで明るかったのに、暗くなってます。はい。で、ちょっとまだハイボールを飲んでないので、ちょっと飲みたいなと思います。やっぱね、これがないと閉められない。そうそう、ミドチャレ TV は、5月5日で2周年を迎えることができました。ありがとうございます。これも一重に日頃応援してくださる皆さんのおかげです。いつもご視聴、温かいコメント、反応ありがとうございます。はい。一言お礼を申し上げたいなと思いまして、この場をお借りして、はい。お礼させていただきました。ということで、ミドチャレ TV3 年目もどうぞよろしくお願いします。お疲れ。はい。そして、お誕生日も食べなかったので、ケーキをですね、食べたいと思います。代々木八幡で買ってきた、パン屋さんに売っているケーキ。こんな感じ。美味しそうでしょ？めちゃくちゃ美味しそう。ちょっとね、前からあそこの、パン屋さん、パンは買ってたんだけど、ケーキが気になってたので、でもちょっとね、リッチなケーキなので、はい、こういう機会でもないとなかなかっていう感じでしょ？はい、こんな感じでございます。では、いただきます。ちょっと、めちゃくちゃ美味しそう。ほら。いただきます。めっちゃ美味しい。やば。超うまい。止まんなくなる。なんかね、見た目より軽やかです。普通に紅茶とケーキで食べた方がいいかもしれない。もったいないかもしれない。両方強いから。うん。ちょっとこれ明日の朝、ちょっと紅茶と一緒に味わおうかと思います。なんかゆっくりね、堪能しようかなと思います。お酒でなんか消されちゃうぐらい。明日いただきます、また。そして今日買ってきたパンもちょっとご紹介します。365日っていう名前でいいのかな。あそこのね、なんか名前忘れちゃったけど、このパンがすごく美味しくって、ちょっと高いんだけど、500円くらいこれだけで済むのかな。だけど本当に美味しいの。最初にね、初めて行った時に試食をもらったのね。そのお店の中で。一口食べてみたらむちゃくちゃ美味しくって、そこからハマって、エリアに行く時は買ってます。あそこによくね、由美子さんと飲みに行ったりしてるエリアなんで、ちょーんだって。すごいでしょ？これでも全然私ね、朝ね、一人で1個食べちゃう。多いと思いますけど、本来であれば。もちもちしてんの、ちょっと今だけ、ちょっとだけね、紹介しますね。いくよ。こんな感じ。わかる？ちょっとわかんないか。もっちり。もったいないんで、ちょっと、ちぎります。いくよ。こんな感じ。食べちゃおう。温めます、これも。大好き。お近くに行ったら食べてみてください。はい。ということで、なんかすごいまったりしちゃってるんですけど。なんかこう、去年の、なんか思い出とか、
旅のね、1年目とか2年目も限らず、すごい印象に残っていることとか、ちょっと改めてね、家飲み動画でね、まとめようかな。まとめっていうか雑談しようかなと思ってます。今日のメインは、富士そばだから、今度ね、おうち飲み動画で、ちょっとこれまでのね、2年間を振り返り動画などもやっていきたいなって思ったりとかしています。はい。ちょっと話したいことがあったの。去年めちゃくちゃ恥ずかしい撮影があって、去年恥ずかしかった出来事があるのね。それを話そう今度って思ってたら、いつの間にか4月になり5月にね、なっちゃって早いですね。もう6月になっちゃうよ。来月です。半年だよ。やば。また経費やってないわ。そんな感じでございます。ということで、だらけてきちゃう動画になっちゃうので、今日はこの辺で。今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録の応援が励みとなります。応援してね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ミトチャレ TV の愛でした。